こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回は誰でも簡単に作れる直線縫いでできるエプロンの作り方を紹介したいと思います。洋服作り挑戦してみたいけど難しそうで不安だなという方はこのエプロンなんかはとってもおすすめです。ぜひ挑戦してみてください。それでは早速始めたいと思います。スタート。はい、では続きを作っていきたいと思います。前回までで作ってきた身ごろ、見返し、肩紐、この3つのパーツを組み合わせていきたいと思います。で、この身ごろと肩紐を組み合わせるところがポイントで、ちょっとコツがあるのでぜひ一緒に挑戦してみてください。まずは身ごろと肩紐を組み合わせて仮留めしちゃいたいと思います。これ今エプロンの身ごろの裏面が見えるようにして置いてあります。つまり表面が下に来ていますね。で、この状態でまず肩紐を表面にピンか何か待ち針か何かで仮留めしてあげたいと思います。最初に肩紐位置に印をつけておいたので、そこに中表になるようにしてピンで固定します。この時のちょっとしたポイントとして、待ち針を横向きに止めてあげると後で間違ってないかなっていう確認がしやすいので、横向きにつけてみてください。今肩紐は右と左側につけました。左側の身ごろをパタンと折って、で右側の身ごろをパタッと左の身ごろの上に重ねます。で、今の仮留めした肩紐をこの今上になっている右側の身ごろの方にまた中表になるようにして、最初に印をつけた位置にピンで固定してあげます。で、これをこうやって持ち上げてあげた時に綺麗にスッとまっすぐなっていたらそれで OK です。ただ今回の私のこれはぐるっとここでねじれちゃってるので、これだと失敗なので、これが綺麗になるように、つまりどうなるんだ？こうしてあげるとまっすぐ肩紐がつながるので、これで片方は OK です。同じように反対側も今度は紐が右側の身ごろにつけたら、さっき身ごろを畳んだ下の方、つまり左側の身ごろの方につける感じで、中表になるようにピンで留めてあげる。で、こうやって持ってあげた時に肩紐が綺麗にまっすぐなっていたら、これで準備は OK です。今度はこれに見返しをつけていきたいと思います。見返しは身ごろと中表になるようにして固定していきます。エプロンの身ごろの脇の縫い目と見返しの脇の縫い目を揃えてあげて固定しておきます。身ごろと見返しの間に肩紐が来るようにピンで留めてあげてください。なのでなんか肩紐が交差しているので、ちょっとその辺だけ気をつけてあげるのと、あとはこの見返しと身ごろの長さが合わない、こんな感じで見返しの方がなんか短いんだけどってなるんだけど、これで正解です。なぜなら縫い代自体の長さが違います。後ろ身ごろの方が縫い代2センチで、見返しの方が縫い代1センチなので、ここは1センチずれているのが正解です。こんな感じで身ごろと見返し、あと肩紐を固定したら、ここ見返しの縫い代1センチのところから縫ってきて、で縫い代1センチのところで曲がってぐるっとミシンで縫っていきます。
この方向を変える場所、長さが不安な時には先にチャコペンで曲がる位置に印をつけといてあげると安心かなと思います。で、最後も縫い始めと同じように見返しからは縫い代1センチだけど身ごろからは縫い代2センチになるようにして縫って終わりにしますね。で、縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。はい、ミシンで縫えたら今の見返しを表にひっくり返していくんですけど、その前に身ごろの後ろ身ごろの端、今ミシンで縫った見返しと身ごろの部分がこんな感じで段差になっていると思うんですけど、身ごろの方の縫い代は2センチなので、ここを先に2センチで折って一度開いて1センチで折って、でこんな感じでアイロンで整えておいてあげると後が楽かなと思います。でそしたら表に返していきましょう。この見返しのカックンってなっているここの部分は縫い代をカットしてあげると表に返しやすいかな。身ごろの部分も一緒にミシンの縫い目は切らないようにこんな感じでカットしてあげてください。で反対側も同じようにこんな感じでカットしてあげます。ミシンのカックンの縫い目は絶対に切らないであげてくださいね。ギリギリを切ります。で最後にちょっと細かいポイントなんですけど、綺麗に見返しを表にひっくり返したいので見返しの方を下になるようにしておいて、今身ごろが上に来てます。で今の縫い代、見返しと身ごろを1センチで縫い合わせた部分をミシンの縫い目のところで折ってアイロンをかけます。なんか脇の部分とかの縫い代がねいっぱい重なっているところもあるので、ちょっと綺麗にカットしてあげながら、この見返しの部分はこんな感じに片方に倒してあるところもこんな感じにカットしてあげると分厚い生地が重なって分厚いところも折りやすくなって綺麗に仕上がります。はい、こんな下準備をしたら表に早速返していきます。よいしょ。で今縫い代を折ってあげたのでこんな感じで表に返した時にこんな感じで見返しの方が少し控えてちょっと引っ込んで折ることができます。そうすると何がいいかっていうと、表から見た時にこの見返しがこんな感じで飛び出てこないので、前から見た時にとっても綺麗な胸元に仕上がります。で一度表に返してあげたらもう一度アイロンをかけてあげてください。はい、綺麗に表にひっくり返ったらあとは仕上げにステッチをかけて留めていきたいと思います。まずは最初に後ろ端縫い代2センチのところをさっき折った部分ですね、これを上のところから 0.8 センチくらいのステッチ、この後ろの端っこの方から 0.8 センチくらいのところで上から下までステッチをかけて留めていきたいと思います。はい、こんな感じで縫ったら反対側も同じように後ろの端っこを縫っておきます。はい、そしたら次にこの見返しがパカパカ開いちゃうのを止めるためにここの上の部分でステッチをかけます。でお好みでこの下の方にもステッチをかけてあげると表から見た時に2本のステッチができるので、その辺はお好みでしてあげていいんじゃないかなと思います。
そして最後に裾を三つ折りに折ってステッチをかけます。身ごろが出来上がったのでポケットを作っていきたいと思います。ポケットはポケット口の縫い代をまず 2.5 センチで折ってで一度開いて1センチで折ってアイロンをかけておきます。そしたらポケット口以外この字でロックミシンをかけておきましょう。そしたらロックミシンをかけたところを縫い代1センチで折っていきます。そしたらこのポケット口にちょっと細工をしたいと思います。ポケット口を三つ折りにして縫う時に生地がちょっと分厚くなるのでポケット口の縫い代を縦 1.5 センチ横1センチくらいでカットしてあげます。こんな感じ。反対側もで三つ折りに折ってでこのポケット口を端っこから端っこまでステッチをかけていきます。はい、これでポケットの形が完成しました。あとはどこにつけるか考えてみたいと思います。もちろん型紙の通りにポケットの位置を決めてもいいんですけど、なんかせっかくなら自分が使う高さをこんな感じで身ごろが出来上がってから場所を決めてあげてもいいんじゃないかなと思います。例えばちょっと斜めとかにしてあげても意外とこうパンツの腰ポケットみたいな感じでいいんじゃない？だし、あとは別に左右がさ同じ高さじゃなくってももちろん可愛いしね。あんまり下すぎると使いづらいから位置を決めたらそこでこうやってぐるっとミシンでステッチをかけて留めてみましょう。ポケットはポケットの際にぐるっとステッチをかけてあげるだけでもいいんですけど、このポケット口は結構物を入れたりする時に力がかかるので、できたらこんな感じで四角く縫ってあげるとここが丈夫になります。四角く縫いたい時にはポケット口のこの位置に針を刺して四角く縫って縫い始めるといいかな。反対側は下から縫ってきて同じように四角く縫って返し縫いをしてポケットをつけてあげてください。これで完成になります。はい、ということでエプロン完成しました。なかなか直線立ち、あとは直線縫いだけでできるのでとても簡単に作れるかなと思います。ぜひポーチ作り、バッグ作り、あとマスク作りやった方には挑戦していただきたいエプロンですので、ぜひ動画を見ながら一緒に作ってみてください。動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。